今はナスがですね、最盛期でございますね。購入すると5本ぐらいついてきますよね。で使い切れないという声もあってですね、ナスで作る食べるラー油というのを考えました。でこれを電子レンジに加熱していきます。ナスの使い方の一つとしておすすめのレシピです。しっかりと辛みもあって風味もあって、野菜つけてもいいし、ボイルした鶏、ボイルした豚、焼いた鶏豚、何でもいけますね。であとはその唐揚げとかに最後あえたりする。焦がしネギにんにく生姜が効いてますね。なんか甘さとうまみをちゃんとそこで形成して、香りもあるしおいしいね。今はナスがですね、最盛期でございますね。たくさん、スーパーに行くとナス並んでると思うんですけど、この時期やはりですねご要望いただくのがナスのレシピ。やっぱりナスってそんなにね価格の変動も大きくないし、だいたい購入すると5本ぐらいついてきますよね。で使い切れないっていう声もあってですね、だから今回はもう使い切ってしまう、ナスで他の料理も食べれるようなレシピにしようということで、ナスで作る食べるラー油というのを考えました。材料紹介です。ナス、長ネギ、生姜、ニンニク、サラダ油、ごま油、赤唐辛子、調味料が醤油、酒、みりん、オイスターソース、韓国唐辛子ですね。今スーパー行くと首掛けでこう売ってます普通に。であと削りかつおという、韓国唐辛子以外は基本的には家にあるかなっていう感じのレシピですね。じゃあ早速ナスの下ごしらえからしていきます。ヘタギリギリで落として、あんまりねヘタドーンってこことかで落としたくないですよね。ギリギリがいいですよね。ギリギリがもったいないからね。皮むいていきます。そしたらラップして1個ずつ、いわゆるレンジナスですね。でこれを電子レンジに加熱していきます。でレンジかけていきます。ちょっとね間隔空ける感じで600ワットで3分。でこの間にネギとニンニク、生姜みじん切りしていきます。少し細かめに叩いて、で切れたネギはこれフライパンの中に入れちゃう。でニンニク、生姜も同じようにみじん切りにしていきます。同じように叩くと。でネギ同様フライパンの中に入れちゃう。そしたらここにごま油とサラダ油両方入れます。サラダ油、ごま油。サラダ油だけだとちょっと香りなさすぎ、ごま油だけだとちょっと重すぎだから割りました。で火かけていきます。最初強火からじわじわいってきたら弱火ですね。でしっかりと色付けしていきます。じゃあレンジが鳴ったのでちょっと確認ですね。ちょっとナス触って
ブニッと指が入ればもう OK ですね。で取り出していきます。でラップ開けておくと。すっごい熱いですからねこれ。ナスもね水分が多いですからね。そしたらこっち戻ります。じゅわーっといってきましたね。じゅわーっといってきたらこのままだとちょっと強いのでちょっと弱火に落としてちょっとこう混ぜつつね全体均一になるようにちょっと茶色くなるまでこのまま炒めていきます。ただその間にナス叩いていきます。ちょっと熱いので触れないって人は少し冷めてからの方がいいかもしれないですね。これも完全にペースト状にしてしまえば食べる時にはペーストになる。で少しゴロッとさせたかったら少しサイズを大きくカットする。こんなもんかな。このぐらいでいいんじゃないでしょうか。このぐらいですかね。このぐらい茶色くなったらここに赤唐辛子入れてちょっと辛みを出していく。30秒ぐらいかな。そしたらナスを加えていきます。一気に混ぜる。一気に混ぜて油回ったらみりん、酒、醤油、オイスターソースで韓国唐辛子と。韓国唐辛子ねあんまり辛くはないですね。風味出しって感じでこのままちょっと火加減強めてちょっと水分出るんで詰めていく感じですね。お酒とみりんも入ってるんで少しアルコール飛ばしつつ練っていくって感じ。なんかこの感じかな。もたっていうもたもたっていうもたもたってね。そしたら最後に削り節でしっかり混ぜて火止めます。でこれで粗熱取れたら、こういう保存容器でしょうねに入れて保存してちょっとずつ使っていく。野菜つけてもいいしボイルした鶏、ボイルした豚、焼いた鶏豚、何でもいけますね。あとはその唐揚げとかに最後あえたりしても結構美味しいと。で粗熱取れたんで瓶の中に移していきます。ではこれで完成です。じゃあ早速ね出来たていただきますよ。ナスのラー油。あ、美味しいね。これ多分最初に食べた人ナスって気づかないんじゃないかと思うね。しっかりと辛みもあって、風味もあって、焦がしネギにんにく生姜が効いてますね。なんか甘さと旨味をちゃんとそこで形成して香りもあるし、こうちょっと柔らかいそのペースト状の感じがその一体感を持たせるみたいな感じですかね。で削りがつおで最後の旨味ギリギリのところを担保するみたいなそういう設計のラー油ですね。はい、ナスの使い方の一つとしておすすめのレシピです。ごちそうさまでした。